今回ご紹介しますのは脳静脈内の電極で取得された脳波を体内から体外へ伝送するシステム。この装置で疑似の脳波信号を作りまして、この疑似の脳波信号がこの基板に入力されて、その基板から出てきた赤外信号をこれで受けて同じ脳波信号が再生できているかどうかということを確認しております。ここのディスプレイに出ております上側の波形が送信される側の脳波信号です。で、下側がこの体外に置かれた、基板で再生された脳波信号の波形です。見ていただいて分かるように全く同じ波形が再現されているのが、見ていただけると思います。ちなみにここに書いたオプティカルファントム、これは疑似のですね生体組織でして、ちょうど人の体が間に入ったのを模擬するための、板ですかね。実際に赤外線で飛ばしているということが分かっていただけるように、受光装置を外しますと下側の波形がなくなってしまいます。でまた近づけて本来の位置にセットすると波形が復元しております。このような形で、確実にですね非常に小さな脳波信号を再生することができています。今非常に小さいと申し上げましたけども、具体的にはですね約10マイクロボルトという極めて微小な信号です。1マイクロボルトというのは1ボルトの100万分の1という小さい単位ですけども、それを十分正確に増幅して体外に出せるというのがこのシステムの特徴でございます。以上がこのワイヤレス脳波送信装置についての動作のご紹介です。さてもう一方のこの装置に電力を供給する側の無線給電装置および無線受電装置ですね。受電アンテナもこれ体内に入りますから、できるだけ小さいアンテナであることが必要で、これが実物ですけども 25×20 ミリという、切手ぐらいのですねこういうアンテナが体内に入ることを想定しております。で、実際の動作を見ていただきますと、これ同じものなんですけれども、体内に入ると血液だとか体液で濡れてしまいますので、それを防ぐために防水のコーティングがキャラメル状で周りを包んでおる状態になっております。でこの送電アンテナを受電アンテナに近づけますと、そこで得られた電力でここの LED を灯すように仕組んでおります、接続しておりますので、その状態を見ていただけると思います。少しずつ近づけていきますとだんだん明るく、近づけば近づくほど大きな電力になりますので、非常に近づけても眩しすぎるぐらいで遠ざけます。このように確かに5、6センチの距離からですね十分電力が供給できているのが分かっていただけると思います。で実際にはこの間に人体が入りますから、人体の影響を受けないよというのを簡単にご説明するために間に手を入れてみます。ほとんど明るさが変化しないのが分かっていただける。このようにこの無線伝送システムでは体内から体外にほとんどロスなく電力を供給するということが見ていただけたと思います。